ようございます。ケンです。前回の動画ではテスラ株が400ドルの壁を突破し、この突破は本物なのかっていうテーマで見ていきました。そして今回その答えが少し進みました。テスラ株は400ドルを突破した後、さらに上昇して一時450ドル付近まで進みました。ただし、そこからは失速して、現在は422ドル前後まで調整しています。結論から言うと、今のテスラ株はまだ上昇トレンドが本格的に始まったっていうわけではありません。ただし、前回のようにかなり強いとだけ見る局面でもないんです。今は400ドル突破後の上昇が本物だったのかを押し目で確認する局面です。前回までの流れを振り返ると、テスラ株は4月前半に350ドル台まで下落しました。そこから反発して400ドル付近まで戻しました。ただ、この400ドルはかなり大きな壁だったんです。心理的な節目でもあり、過去にも上値が重くなりやすく、さらに200日移動平均線も近くにありました。だから前回は400ドルに近づいたことではなくって、400ドルを突破して維持できるかどうか、これが重要だとお話をしました。そしてその後、テスラ株は400ドルを突破し、428ドル付近まで上昇しました。ここまではかなりポジティブな流れでした。では、今週はどうなったのか。テスラ株は400ドルを突破後、さらに上昇して、一時450ドル付近まで進みました。これは400ドル突破に一定の本物感が出た動きです。ただし、その後利益確定の売りなどが出て、現在は422ドル前後まで下げています。流れとしては、400ドル突破、430ドル突破、450ドル付近で失速、そして420ドル台まで調整、こういう形です。ここで大事なのは、450ドル付近で失速したからといって、すぐに悪いチャートと決めつけないことです。急騰した後に一度調整するのは自然です。特に前回の時点で RSI はかなり高く、短期では過熱感がありました。なので今回の下落はまずは急騰後の押し目確認として見るのが自然です。日足のチャートを見ると350ドル台から反発が続き400ドルを突破し450ドル付近まで進んでいます。ここまではかなり強いです。ただし450ドル付近で上値が重くなり直近では420ドル前後まで反落しています。この下落だけを見ると不安に感じる方もいると思います。でも現時点で重要なのはまだ400ドルを明確に割っていないということです。前回まで重要だった400ドルを上回ったまま調整しています。つまり今のところはまだ上昇後の押し目の範囲で見られています。ただしここから400ドルを割るかどうかが次の大きな分岐点になります。次に RSI です。前回は日足でも4時間足でも RSI がかなり高く短期的には熱い状態でした。今回はその RSI が低下しています。4時間足では50代前半、日足でも50代後半まで下がってきています。これは買われすぎの状態が一度冷め切ったということになります。ここから大事なのは、この冷却が健全な押し目で終わるのか、それとも売りが強まって400ドル方向まで下げるかです。RSI が50台を維持しながら、株価が420ドル付近で踏みとどまるならば、上昇継続の可能性はまだあります。逆に RSI が50を割り込み、価格も400ドルに近づくなら、少し警戒が必要です。移動平均線も見ておきます。現在の株価は422ドル前後です。20日移動平均線は約401ドル付近、50日移動平均線は約386ドル付近、200日移動平均線は約407ドル付近です。つまり現在の価格はまだ主要な移動平均線の上にあります。これはポジティブです。特に大事なのは200日線が407ドル付近にあることです。400ドルの心理的な節目と200日線の407ドル付近が近いので、400ドルから407ドルあたりはかなり重要なサポート帯になります。ここを守れるならば400ドル突破の本物感はまだ残ります。逆にここを明確に割ると今回の上昇は
一度見直す必要があります。出来高とボリュームデルタを見ると、直近では売り圧力も出ています。4時間足のボリュームデルタではマイナス方向の動きが確認できます。これは短期的に利益確定の売りが出ているということになります。ただし、急騰した後に売りが出るのは自然です。問題はその売りが一時的な利益の確定で終わるのか、それとも上昇トレンドを崩す売りに変わるのか、これを判断するためにも420ドル付近で止まるのか、そして400ドルから407ドルを守れるのか、これが重要になります。では、ここから見るべき価格帯は3つです。まず1つ目は420ドル付近です。今まさにこの辺りにいます。ここで下げ止まるならかなり綺麗な押し目です。450ドル付近まで上がった後、420ドル付近で調整を終えて再び上を試す。この形なら上昇継続の可能性は十分にあります。2つ目は400ドルから407ドル付近です。ここは重要なサポート帯です。400ドルは前回までの壁でした。そして407ドル付近には200日移動平均線があります。もし420ドルを割っても400ドルから407ドルで下げ止まるならまだ上昇シナリオは残ります。ただし、ここを明確に割ると強気シナリオは一度見直しです。そして3つ目は440ドルから450ドル付近です。上を再び試す場合、ここが次の抵抗体になります。今回450ドル付近で一度失速しました。なので、再び上昇するには、この440ドルから450ドルのゾーンを突破できるかどうかっていうのがポイントになります。ここを上抜ければ、再び強気の見方が増えやすくなります。では、ここからのシナリオはシンプルです。1つ目は420ドル付近で下げ止まり、再び440ドルから450ドルへ向かうシナリオ。これは一番綺麗な強気継続パターンです。2つ目は400ドルから407ドルまで深めに押すシナリオです。420ドルを割ったとしても、ここで止まるんだったら、まだ完全に崩れたとは言えません。3つ目は400ドル割れのシナリオです。もし400ドルを明確に割ると、今回の400ドルの突破は騙しだった可能性が出てきます。その場合は再び390ドル台、場合によっては370ドル台も意識されます。今回の本質っていうのは450ドルで失速したことではありません。本当に大事なのは失速後にどこで下げ止まるかです。強い相場でも必ず押し目はあります。問題はその押し目が浅いのか深いのか、そして前回突破した400ドルを今度はサポートに変えられるのか、ここが今回の最大のポイントです。では最後にまとめていきます。テスラ株は400ドルを突破した後、450ドル付近まで上昇しました。これはかなりポジティブな動きです。ただし現在は422ドル前後まで調整しています。短期の過熱感は冷めてきていて、今は押し目確認の局面です。大事なのは上がったか下がったかではありません。どこで止まるかです。420ドル付近で止まるんだったら浅い押し目、400ドルから407ドルを守れるならば400ドル突破の本物感はまだ残ります。逆に400ドルを割るならば強気シナリオは一度見直しです。今週は420ドル、400ドルから407ドル、そして440ドルから450ドル、この3つの価格帯を冷静に見ていきましょう。焦って決めつけずに条件で判断をしていく。これが今のテスラ株を見る上で一番大切です。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。皆さん、ぼちぼち季節の変わり目ですが、エアコンの掃除、どうされていますか？業者さんに依頼とかしていますか？我が家なんですけれども、ペットがいるのもあって、かなりエアコンを使っています。その結果、すぐにエアコンが汚れてしまい、結構毎年業者さんに依頼して掃除をしてもらっています。このエアコンの掃除代、バカにならないですよね。ケチって間隔を空けると今度は電気代も高くなりますし、エアコンの空気の匂いも悪くなってしまいます。なのでエアコンの維持費って結構かかるんですよね。けどそんな悩みがあったんですけれども、僕が紹介している輻射熱装置のエコウィン、このエコウィンを作っている株式会社エコファクトリーに訪問させてもらった時に、エコウィンフィルターっていうフィルターを紹介してもらいました。このフィルターをエアコンにつけることでエアコンが汚れにくくなります。
ます。なので業者さんに掃除を依頼する頻度が減る、またクーラー内部が綺麗な状態が保たれるので結果的に電気代も安くなる、また室内の空気清浄効果、ウイルスの蔓延防止効果もあるみたいなんですね。ただ僕は紹介してもらった時にこのフィルターをつけたらいいっていうのは分かった。けどお高いんでしょ。確かに業者さんに毎回わざわざ来てもらう頻度も減るけれども、こんなに高機能なフィルターなんだから高いんだろうなって思ったんです。けど値段を聞いたら1540円。安い。僕は思わず安いですねって言ってしまいました。さらにここからも僕が紹介しているナノトップを使うことでこのフィルターを掃除することもできるんです。となってくるとさらに長く1枚のフィルターが使えてしまう。これは即買いだなって思い購入させてもらい、今我が家のクーラーには全部このフィルターをつけています。使い始めて1年以上経ちますが、エアコンはパッと見綺麗なままです。ということでエコウィンフィルター、コスパも機能もめちゃくちゃいいと思います。興味がある方はぜひね、概要欄にエコウィンフィルターの紹介ページを掲載しているのでご覧になられてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。